皆様こんにちは。米谷彩子です。先日、もし私がもう一回学生時代に戻れたら何を違う風に学習するかという質問を自分に聞いてみました。私は全く教育としてはこれ以上望めないほど恵まれていたと思います。日本では斉藤秀夫先生の紹介により5歳から住三郎先生に師事しました。アメリカではかの有名なディレイ先生とカン先生に師事しました。これ以上の師匠は望めません。それでも若い時の昔の私が知っていたらなと思うことがあります。それは練習の仕方です。こちらでアジェンダという言葉で日本語に訳すと議題という大げさな訳になってしまうんですけど、つまり会議の議題のように何をするかということを決めておくということです。そのアジェンダというものなんですけども、今日はバッハをさらって、今日はその次はコンチェルトをさらって、それからスケール、そういうものの漠然としたものではなくて、今日はこの曲のこの部分のシフティングがうまくようにするとか、このページのパッセージの飛ぶ弓が飛べないので何回練習するとか、そういう具体的なことです。で、レイ先生は人間誰でもうまく弾けているところを余計弾きたがるとおっしゃっていらっしゃいました。自分でもなんとなくうまく弾けてるとこを酔って弾いてさらっているようなところがありました。少し話がそれますけれども、大学の音楽の歴史のクラスで先生がベートーベンは初めの音を書いた時に大体どんな曲の構想になってどんな終わり方をするか分かっているっておっしゃったんですね。大体の構造が出来上がってて、最初の音を変えた時に分かっている。どうしてそんなことができるのかなと不思議に思っているみんなの前で、先生は続けてこんな例え話をしました。例えば今日これからマンハッタンの家を出てシカゴに行きたいとすると、ただやみ込むように車を運転していかないだろう。地図を見て行く道を考えて、あの頃は携帯の道順とかそういうヤフのものはありませんでしたから、だから地図を見て、例えばワシントンブリッジを通って、それからインターステイ80だから80の高速道路を通ってとか、そういうことを計画して最後に行くまでちゃんと分かって、それで運転していくだろうっておっしゃったんですね。それでも私はそんなもんかなと思ってたんですけど、半年ぐらい前のビデオで練習の初めにただ楽器を取ってそのままダイブインっていうか、そのまま練習するのではなくて、1分でも2分でも楽譜を見てちょっと考えてから練習する方法ということをお話ししました。これは私だけの感覚なのかもしれないですけども、小学校とか中学校とか朝礼で気をつけ起立前に習えみたいな感じで、その時によく歯を見せるなって怒られたんですよね。別にそれは子どもたちのおしゃべりを防ぐということだったんですけども、私の感じでは日本では少し言葉にあんまり重きを置いてないところもあるのかなと、沈黙は金なりっていう方が多いような気がします。でもキリスト教の考え方のワードではないですけれども、やっぱり人間は考える時に言葉に頼りますから、自分のこれからやろうとしていることをはっきり大体言葉で表せるっていうことは非常に大切なことだと思います。ただ私とてもうまく弾きたいの、ここはバリッと弾けたいの、これはアジェンダにはなりません。具体的ではないからです。例えばこの場所はもうちょっとボリュームが欲しいから、じゃあそのためには弓をたくさん使おうとか、例えばもうちょっとコマに近づけようとか、もうちょっと楽器の音を鳴らすために弓をたくさん使おうとか、ここはもうちょっとレガートでつなげて弾いた方がいいとか、そういうアジェンダを自分の言葉で表せるようになると、
例えばこの高速道路に乗って487、487、それから82行ってインターチェンジで降りてとか、そういうことが具体的に意識的に学習できたら時間の短縮になると思います。私の場合は休暇などでさらってなかった時のすぐ後にバイオリンを弾くとどうしてだかすごくうまく聞こえるんですよね。で、あんまり問題がないっていつも思うんですけど、そういう時長年の経験から私はそれはウォッチアウトが気をつけなくちゃって思うんですね。というのはこの細部に聞く耳っていうのが鈍ってしまってるんですよね。だから客観的に聞く耳が鈍ってしまっているので、それからずっとしばらくさらってると、ここに問題点があって、ここに問題点があって、ここにも問題点があるって出てくるんですけど、なんか問題が増えたみたいなんですけど、私としてはそれは練習が進んだと思っています。っていうのは問題が分かってくると直すのは早いからです。ハイフェッツの先生のアウアーという方は、指でさらったら一日中かかるけれども、心でさらったら2時間ほどで済むという有名なことを言ってらっしゃいます。今日はこういうふうにこの具体的にこれを直す3つぐらいアジェンダを決めて、練習の初めに決めてそれをさらっていれば、どんなに今までに時間が節約できてただろうなと思います。ただそんなさらい方は少し制約される。もっと遊び心が欲しい。その遊び心を失わないためにはこんなさらい方もいいかもしれません。私の同僚のジャズの先生、有名なジャズの先生なんですけれども、彼は練習の初めにウォームアップと一緒に自分の弾きたいように、弾きたい曲でも弾きたいように即興でも何でも自分のやりたいように20分ほど弾いて、それから自分の練習、本当の練習、本格的な練習をすると言っています。それは特にジャズなんかは即興なんかにはとてもいいのかもしれませんね。時々今日は必ず例えば4冊音階バッハエチュード曲、そんなぐらいだとしたら必ず音階からさらうっていう人がいますけれども、そういう場合少し順番を変えてみられるとかした方がいいと思います。っていうのは惰性になって練習してる場合があるからなんです。例えばちょっと気分転換に学校の練習室でさらってみるとか、そういうことも惰性にならないために自分が意識的にこうだ。ただ私はなるべく演奏会が近づくと広い部屋、学校の広い部屋で練習できれば空いてる時には練習するようにしてます。っていうのはやっぱりベッドルームでさらってるのと広い部屋でさらうっていうのは全然音の感じが違うので、そういうこともあります。ということで場所をたまには変えてみるとか気分を変えてみるっていうのも集中して意識的に練習できるようになる秘訣なのかもしれません。今日はまた練習の仕方についてお話ししました。次回はエチュードに移りたいと思います。ではまた次回お目にかかりましょう。